はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。私のモナ君もね、元気そうです。今聞こえましたか？にゃんにゃんにゃんって。はい。ということで、今日はですね、ちょっと化粧したくないな、みたいな気持ちがあったんで、あまり化粧してないんですけど、はい。ちょっと薄めの顔でね、すいません。はい。ちょっとあんまり顔が見にくいかもしれないけど、はい。ということで、今日は何の話をするかというと、ラーメンです。はい。イエーイ。もうイエーイですね。みんなラーメン好きかな？私はめっちゃ好きです、ラーメンが。まあラーメンって言ってもね、いろんな種類があるからさ、楽しいんだよね、いろんなラーメン食べるのね。で、まあね、今回はね、皆さんに私が東京でおすすめなラーメン、ベスト3をちょっと紹介したいなと思いまして。はい。でもね、最近、一番好きなラーメン屋さんに久しぶりに行って、やっぱ一番好きだなって思ったので、ちょっと皆さんに紹介したいなと思って。はい。まあ皆さんね、いろんなね、好みがあると思うんですよ。まあラーメンが好きって言ってもなんかつけ麺の方が好きとか。つけ麺っていうのは、ラーメンはなんかスープに麺が入ってて、つけ麺は麺とスープが別々なんですよ。で、麺をスープにこうやってつけて食べるのがつけ麺なんですけど、つけ麺が好きとか、あとはスープもね、なんか、豚骨が好きとか、醤油が好き、味噌が好きとかも、あとは、魚系のベースが好きとか、まあ、いろんな種類があってね、楽しいんですよね、ラーメンって。奥が深い。奥が深いの。まあ私がね、今回紹介するのは東京の中だけのお店なので、まあ他の県のラーメンとかもね、全然知らないんですけど、まあ東京に来た時に皆さん、参考にしていただければと思います。はい、まあ早速いきます。第3位。イェイ。第3位はですね、まあこれは有名だと思います。皆さん知ってる人も多いと思うんですけど、銀座かがり。ね。うまいよ。はい。銀座かがりはですね、名前の通り銀座に本店があるラーメン屋さんなんですけれども、ミシュランに2年連続で輝いたことがある有名なラーメン屋さんです。はい。で、どんなラーメンかというとですね、スープは鶏白湯。まあ、鶏ベースですね。鶏ベースのスープで、とにかくね、このラーメンはね、スープがもううまいのよ。正直に言うと、今まで食べたラーメンの中で一番スープが美味しいと感じました。はい。そうだね。うん。なんか濃厚なんだけど、重くなくて、すごく飲みやすくて、なんか優しい味なんですよ。そう。ラーメンみたいな油っぽい感じがあまりない。そうそう。だからなんか、子供とか女性でも食べやすいのが、かがりのラーメンです。で、まあ、ミシュランにね、2年連続で輝いたので、やっぱ海外からのお客さんも多くて、この間行った時、銀座本店ね、お客さんは、外国人が半分、日本人が半分って感じだった。で、並んでる人もいた。20分ぐらい並んだのかな。そう。まあ、ラーメン屋さんってね、回転が早いから、食べてすぐにラーメンが出てきて、で、食べてすぐみんな帰るじゃん。だから並んでたとしても結構回転が早いので、まあ、そんなに待たないかなと思います。で、かがりはね、最近店舗がめちゃめちゃ増えていて、成田空港とか大阪とかにも店舗があって、でどうやら香港、台湾にもあるらしいんですよ、かがりが。なので、まあ、あんま東京に来て食べなくてもいいかもしれないって感じなんですけど、まあ、とにかくスープはめちゃくちゃうまいので、ぜひ皆さん食べてみてほしいなと思います。はい。じゃあ第2位。第2位。こちらはね、名前が銀座なんですけど、銀座石井。多分そう。銀座石井。はい。で、これはどういうラーメンかというと、本当ね、つけ麺が一番有名っぽいんだけど、私はラーメンが好きなので、いつもラーメン食べるんですけど、スープはですね、まあ、豚骨が一番メイン。で、豚骨と、あと魚介、魚系と、あと、鶏肉とかいろいろミックスされてる、結構濃厚な重めのスープに
なります。はい。でも重めなんだけど、なんていうの、油っぽくないというか、私結構重いスープとか好きじゃないんだけど、その石井はね、全然大丈夫。重いけど重くないみたいな。飲みやすいんですよ。そう。で、美味しい。で、石井が一番好きなポイントは、麺。麺がね、なんかツルツルもちもちの、めっちゃ美味しい麺なんですよ。そう。で、あとメンマとか海苔とかトッピングも美味しい。まあ、チャーシューは普通なんだけど、そう、他のトッピングも美味しくて、なんかバランスがいいんですよね。そう。で、さっきのね、カガリはね、なんで3位かというとですね、値段が超高いの。1600円とかそんなね、カガリ。で、ラーメンで1600円はちょっと高すぎる。で、この銀座石井は1000円前後。ラーメン900円とか800円とかだったと思う。だからやっぱお手頃ですよね。リーズナブル。そう。ただね、この銀座石井ね、さっき調べたらね、まず銀座石井という名前なのに、銀座に店舗がないの。ミステリーだね。銀座じゃないのみたいな。で、私が行ったことある店舗は、五反田店と下北沢店のこの2つなんだけど、さっき調べたら、下北沢店が閉店してたの。みたいな。この間行った気がするんだけどっていう。だから今はどうやら五反田にしか店舗がないらしくて、あんまみんな五反田行かないよね。うん、ビジネス街なんだけど、もしね、何かの機会で五反田に行く方がいれば、ぜひ、ラーメン銀座石井に行ってみてください。はい。美味しいですよ。うん。結構濃厚なラーメン。うん。はい。これが2位。で、第1位。テキ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 。てん。第1位。第1位はですね、ラーメンなぎです。はい。もう神です。これはもう、私の中ではもうレジェンド。ラーメン。いくつかでラーメンやっぱ食べてきたけど、なぎがやっぱ一番うまいんですよ。なぎを超えるラーメンはない。私的にね。でなぎはですね、どんなラーメンかというと、煮干しです。で、めっちゃ強い煮干しラーメンです。はい。ラーメンのね、名前がね、すごい煮干しラーメンっていう名前なの。で、その、スープはね、そのすごい煮干しが強くて、結構重いんですよ。で、油も結構濃い感じ。そう、重いです、重いです。で、麺は太めで、こう、縮れ麺、こう、なんか、ウェーブみたいになってる感じの麺で太め。で、チャーシューも柔らかくて大きくて、うまい。もう全体的に全部うまいの。で、なんか、普通の麺以外の、なんかよくわかんない太い、なんか、紙みたいな麺が入ってんの。紙って言うと全然美味しくなさそうなんだけど、私はいつも、鬼太郎の一反木綿だと思ってるんだけど、みんなわかるかな一反木綿。なんか、布みたいなやつがいるんだけど、鬼太郎っていうアニメね。はい。すいません。なんかまたアニメの話しちゃったんだけど、そうなんか一反木綿みたいな、紙みたいな、布みたいな変な麺が入ってるのね。それがね、うまいの。これね、ナギのオリジナルトッピングだと思うんだけど。で、めっちゃ煮干し強くて、重いんだけど、ほんと美味しいのね。全部が。すべてが美味しい、私的には。で、私は重いラーメンが苦手だから、正直に言うと、何を食べた後、必ず1時間後くらいにお腹が痛くなるの。重すぎて。それなのに私は食べるの。お腹が痛くなっても、自分のお腹を犠牲にしてでも食べたいラーメンが、ラーメンなぎのすごい煮干しラーメン。つけ麺もあるんだけど、私はやっぱつけ麺よりラーメン派なので、いつもラーメンを頼みます。はい。値段もね、1000円前後なので、そんなにすごい高いわけじゃないです。はい。ただですね、なぎのね、謎なところはですね、なぎの本店は、銀座のゴールデン街の中なんですよ。で銀座に2店舗あるのね、なぎ。で、他の店舗が、なんか大宮と多摩センターっていうすごいね、東京のちょっと遠いところにあるんですね。このね、4店舗のみなの。で、他の店舗はね、海外とかにめちゃくちゃいっぱいあるのね、そのラーメンなぎって。でもね、煮干しじゃなくて豚のね、ラーメンなの。
多分豚骨ベースなんだと思うんだけど、私は食べたことないんだけど、私が好きなのは煮干しなの。なんで豚なのみたいな。美味しいかもしれないけど。で、日本に4店舗しかないのに、なぜかフィリピンにめちゃくちゃ店舗があるのね。謎。シンガポールとかにもあった気がする。アジアの国にめっちゃ店舗が多くて、日本には4店舗しかなくて、で、しかも、私がなんでこのラーメンが好きだったかというと、私の、前に住んでた家の近くにあったの。でもね、潰れたのね。突然。そう。なんかね、日本の店舗がどんどん減ってるんだよね。他の店舗も結構なくなってて、で、海外に増えてて、そう、私的にはちょっと行きにくくなっちゃって、新宿に行くしかなくて、で、新宿ってあんま行きたくないからさ。でもこの間久しぶりに行って、やっぱ美味しくて、やっぱお腹は痛くなったんだけど、一番だなっていうラーメンでしたね。結構煮干し系で重いラーメンが好きな人は、ナギめっちゃおすすめです。はい。食べたい。ほんと食べたい。いかがでしたでしょうか。皆さんぜひコメントでね、皆さんが一番今まで食べたラーメンの中で一番好きなものを私に教えてください。私、やっぱ美味しいラーメンを探してるんでね。はい。ぜひ、コメントお待ちしております。ということで、今日はラーメンの話でした。今日はラーメンのについてでした。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。で、3月から、お試しでグループ会話レッスンが始まります。参加できるのはね、3月の間は20人だけなので、今この時にまだ枠があるかどうかわかんないけど、もし空いていたらぜひ参加お待ちしております。グループの会話レッスンです。はい。お待ちしてます。あとは、Patreon、こちらのメンバーも募集しております。あと、普通のね、プライベート会話レッスン、私とのプライベート会話レッスンと、シャドーイングコースのメンバーも募集しておりますので、詳しくは私のウェブサイトご覧ください。はい。もうすぐね、3月になるんですけど、今日のね、東京はね、20度、21度ぐらいになってですね、もう春です。でね、花粉を感じる。鼻がね、めっちゃムズムズして、鼻水とくしゃみが出るようになって、春を感じてます。早いね。でも今年は桜が咲くのが早いかもしれないね、皆さん。夏がね、暑くならないことを祈ります。はい。ということで、皆さん、また次回。さようなら。